こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は優しいタヌキの不思議なお話です。それではゆっくり聞いてくださいね。文福茶釜。昔山のふもとの小さなお寺に不思議な茶釜がありました。ある寒い日、和尚がいつものように茶釜に火をかけました。すると茶釜の口からブンブクブンブクと音がしました。今日はよく沸くなぁと見ていると、茶釜の横から尻尾が出てきました。和尚はびっくりして手が震えました。なんだこりゃ。わしには手に負えん。これは道具屋へ持って行こう。和尚はただ驚いてどうしたらよいかわからなかったのです。町の道具屋の男は尻尾のある茶釜を見て目を丸くしました。家に持ち帰って蓋を開けると、ブンブクブンブクと音がして茶釜は一匹のタヌキへ姿を変えました。ああ、助かった。僕はタヌキです。お寺で火にかけられて苦しかった。逃げるチャンスがなくて、ずっと茶釜のふりをしていました。道具屋はタヌキの体を水で冷やしてあげました。タヌキは頭を下げて言いました。ありがとうございます。あなたは命の恩人です。茶釜に化けてあなたへ恩返しをしたいです。次の日、道具屋とタヌキは
町外れに小さな見せ物小屋を作りました。タヌキは茶釜に変身します。笛が鳴ると茶釜がスルスルと綱を渡ります。そして台の上に乗ると軽い足で踊り始めました。おー、茶釜が動いたぞ。すごい、茶釜が踊っている。見に来た人たちは手を叩き、子供たちは目を輝かせていました。こうして二人の小屋は毎日大にぎわいになりました。道具屋はタヌキに言いました。これは君の力で得たお金だ。君のために使いたい。タヌキは首を横に振って言いました。僕は森で生きられれば十分です。その代わり、和尚さんにも新しい茶釜を贈りたいのです。二人は新しい茶釜を持ってお寺へ出かけました。和尚は話を聞いてほっとした顔で笑いました。そうか、あの茶釜はタヌキだったのか。いやー、驚いた。新しい茶釜をありがとう。タヌキは時々森へ帰り、また夜になると茶釜に化けて軽い足で綱を渡ります。ブンブク、ブンブク。その音を聞くと、人々は笑顔になり、心が温かくなりました。やがて町の人は、その茶釜をブンブク茶釜と呼ぶようになりました。道具屋とタヌキと和尚は幸せに暮らしたとさ。
おしまい。今日のお話はいかがでしたか？タヌキが茶釜に化けるなんて不思議なお話ですよね。昔話にはまだまだたくさんの不思議があります。昔話のリクエストもお待ちしています。日本の昔話も世界の昔話もコメントで教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。